かつて地球には巨人がいた。その証拠は地下深くに眠っていた巨大な人型の骨、人間と巨人の戦争を描いた壁画、そして火星を示す謎の記号。一方、火星の赤い砂の下からも地球と同じ構造を持つ遺跡が発見される。ピラミッド、巨大な人面岩、そして巨人の姿。巨人は本当に火星から来たのか。これは人類の歴史から消されたもう一つの地球の物語である。地球には遥か昔から巨人の伝説が残されている。それは一つの国や地域だけの話ではない。世界各地の神話や古代伝承には人間をはるかに超える巨大な存在が登場する。山のような体を持ち、大地を歩くだけで地響きを起こし、巨大な石を運び都市を築いた者たち。ある地域では神の子孫と呼ばれ、別の地域では空から降りてきた支配者と語られた。だが現代の歴史学ではその多くは神話や誇張された物語として扱われてきた。古代人が自然災害や巨大建築物を説明するために作った想像、あるいは巨大動物の骨を見つけた人々がそれを巨人として語り継いだもの、そう考えるのが最も自然だった。しかしある発見がその常識を静かに揺るがす。中東の広大な砂漠地帯、長年誰も調査してこなかった岩山の地下で不自然な空洞が見つかった。地質調査チームがレーダーで確認したその空間はただの洞窟ではなかった。慎重な掘削の末、調査隊が地下へ入った時、彼らは言葉を失った。そこに横たわっていたのは巨大な骨だった。恐竜でも象でもマンモスでもない頭蓋骨、肋骨、腕、指、足、その骨格はあまりにも人間に似ていた。だが大きさだけが異常だった。復元すれば身長は少なくとも7メートルを超える。さらに骨の周囲には巨大な石器が散乱していた。人間が使うには大きすぎる槍の先端、巨大な刃物のような石片、何かを打ち砕くための棍棒状の異物。それらは自然の石ではなく明らかに加工されていた。つまりこの存在はただ巨大だっただけではない。道具を使う知性を持っていた可能性がある。そして調査隊は骨の近くで半分崩れた石壁を発見する。壁には小さな人間たちと巨大な人型の存在が刻まれていた。人間たちは巨人を見上げ、ある者はひざまずき、ある者は逃げていた。中央の巨人は片手に星のような記号を掲げている。その記号は後に火星を示す古代記号と酷似していることがわかる。巨人は本当に地球で生まれた存在だったのか、それともはるか昔赤い星からこの地球へやってきたのか。この発見は後にこう呼ばれることになる。人類史上最初の封印が解かれた日。巨大な骨が発見された地下空間の奥にはさらに深い通路が続いていた。調査隊は慎重に内部へ進んでいく。壁は自然の岩ではなく明らかに何者かの手で削られていた。通路の幅は異常に広く、人間が歩くために作られたものとは思えなかった。まるで巨大な体を持つ者が出入りするために作られたようだった。やがて調査隊は広い石室にたどり着く。そこには何百枚もの壁画が残されていた。最初に描かれていたのは空から降りてくる巨大な人型の存在だった。地上には小さな人間たちが集まり、その姿を見上げている。人々は恐れひざまずき、両手を上げていた。巨人たちは神のように迎えられていたのかもしれない。しかし壁画を奥へ進むにつれ絵の意味は変わっていく。巨人は巨大な石を動かし、塔のような建造物を築いていた。その足元では多くの人間が働かされている。さらに次の壁には人間たちが巨人に向かって弓や炎を放つ姿が刻まれていた。巨人もまた巨大な槍のような武器を手にしている。それは儀式の絵ではなかった。明らかに戦争の記録だった。人間と巨人はかつて同じ地上で暮らしていた。しかしやがて支配する者と支配される者に分かれた。そして最後には人間が巨人に反乱を起こした。調査隊は壁画の下に
文字のような記号を見つける。解析班がその一部を読み解くと、そこにはこう記されていた。空より降りし大いなるもの、石の王座を築き、人を従えた。人は火を手にし、大いなるものに背いた。そして最後の一文が、研究者たちを凍りつかせた。敗れし王たちは赤き星へ帰った。赤き星、それが火星を意味するのか、それとも古代人の想像した別世界なのか、その時点ではまだ誰にもわからなかった。だがこの壁画は一つの可能性を示していた。巨人は地球で生まれた存在ではない。はるか昔、空の彼方からやってきた訪問者だったのかもしれない。そして人類は彼らと戦い勝利した。だがその戦いは本当に終わっていたのだろうか。地下遺跡の調査が進むにつれ、研究者たちは新たな疑問に直面する。なぜこの遺跡はこれほど巨大なのか。通路の高さは10メートル近くあり、石室の入り口も人間には大きすぎた。壁に使われている石材は一つ一つが数十トンを超えている。しかもそれらは乱雑に積まれていたわけではない。石と石の隙間はほとんどなく、まるで現代の機械で切り出したかのように正確に組み合わされていた。古代人が人力だけで作ったと考えるにはあまりにも異様だった。調査隊は遺跡全体の構造を立体的に解析した。するとさらに不可解な事実が判明する。地下遺跡の中心軸は特定の星の動きに合わせて設計されていた。そしてその星の位置を計算すると、古代のある時期に火星が最も明るく見える方角と一致していた。巨人たちはただ力が強いだけの存在ではなかった。星を読み、建物を設計し、巨大な石を正確に配置する知識を持っていた。やがて調査隊は世界各地の巨大遺跡との比較を始める。エジプトのピラミッド、南米の巨石遺跡、山岳地帯に残る謎の石組み、海底で発見された人工的な階段状の地形、それらの多くに地下遺跡と似た設計思想が見つかった。巨大な石、天体を意識した配置、人間の大きさを超えた空間、そして支配者を見上げるように作られた巨大な祭壇。もしこれらの遺跡の一部に巨人文明の影響があったとしたら、人類の古代文明は全く別の意味を持つことになる。人間は自ら文明を築いたのではなく、巨人から知識を与えられたのかもしれない。あるいは巨人のために都市を築かされていたのかもしれない。壁画には巨大な王座に座る巨人と、その周囲で石を運ぶ人間たちの姿が描かれていた。その下にはこう刻まれていた。彼らは石を積み、天へ届く道を作った。天へ届く道、それは神への階段ではなかった。火星へ帰るための目印だったのかもしれない。巨人たちは地球に文明を残した。しかしそれは人類への贈り物だったのか、それとも支配の証だったのか。地球で巨人の骨と地下遺跡が発見されていた頃、火星でも異変が起きていた。火星探査はかつてないほど進んでいた。軌道上の探査衛星は地表だけでなく、赤い砂の下に隠された地形まで解析できるようになっていた。その中である探査機が不自然な反応を捉える。場所は火星北半球の広大な平原。そこには風で削られた岩山と砂丘しかないはずだった。しかし地下レーダーは自然にはありえない直線構造を映し出していた。最初研究者たちはそれを地層の割れ目だと考えた。だが複数のデータを重ねると、その構造は明らかに規則正しく並んでいた。直線、直角、円形の空間、まるで砂の下に巨大な都市がうずもれているようだった。火星探査チームは小型掘削機を送り込む。赤い砂が少しずつ取り除かれていく。数時間後、カメラに映ったものを見て管制室は静まり返った。そこに現れたのは岩ではなかった。巨大な石壁だった。表面には風化した無数の記号が刻まれていた。その一部は地球の地下遺跡で見つかった記号と酷似していた。偶然とは思えなかった。さらに調査を進めると、石壁の奥に三角形の巨大構造物が確認される。火星の赤い砂に半分うずもれた
巨大なピラミッドだった。その近くには人間の顔にも似た巨大な岩の構造物が横たわっていた。鼻、目、顎、口元、自然の岩にしてはあまりにも整いすぎていた。そしてその顔は地球の壁画に描かれていた巨人の顔と同じ特徴を持っていた。高い頬骨、長い顎、額の中央に刻まれた星の印。地球の調査隊と火星探査チームは互いのデータを照合する。するとさらに驚くべき事実が明らかになる。火星のピラミッド内部に刻まれていた記号の配列が地球の地下遺跡に残されていた文章の一部と一致していた。まるで2つの遺跡は別々の場所に作られたものではなく、1つの文明によって残された記録のようだった。地球の巨人伝説、地下に眠る巨大な骨、そして火星の砂の下にうずもれたピラミッドと人面岩、全てが一本の線でつながり始めていた。もし火星に巨人文明が存在していたなら、彼らはなぜ地球へ来たのか、そしてなぜ地球に骨を残し火星に遺跡を残したのか。調査チームはついに一つの仮説にたどり着く。巨人は火星で生まれた文明だった。そしてはるか昔、滅びゆく赤い星から地球へ移住してきたのかもしれない。火星のピラミッド内部で探査機はさらに奥へ進んでいた。通路の壁には無数の絵が連続して刻まれている。それは単なる装飾ではなかった。一つの文明の歴史を記録した巨大な石の年代記だった。最初の壁画には青い火星が描かれていた。今のような乾いた赤い星ではない。広大な海があり、川が流れ、空には厚い雲が浮かんでいる。その大地には巨大な体を持つ者たちが都市を築き、塔のような建造物の間を歩いていた。彼らは火星で生まれた知的生命体だった。だが壁画が進むにつれ、火星の姿は変わっていく。海は少しずつ干上がり、川は消え、大地は赤い砂に覆われていった。空は薄くなり、都市は崩れ、巨人たちは地下へ逃れていく。火星はゆっくりと死に向かっていた。そして次の壁画には巨大な船が描かれていた。星の間を渡るために作られた移住船のようなものだった。その船の進路の先には青く輝く惑星があった。地球だった。巨人たちは滅びゆく火星から逃れるために地球へやってきた。彼らは侵略者だったのか、それとも生き延びるための避難民だったのか。最初に地球へ降り立った時、人間たちは彼らを神として迎えたのかもしれない。人間よりもはるかに大きな体、星を読む知識、巨大な石を動かす技術。空から来た彼らは古代人にとって神そのものだった。だがやがて関係は変わっていく。巨人たちは地球を第二の故郷にしようとした。巨大な都市を築き、天体を観測する塔を作り、火星の文明を地球に再現しようとした。そのために人間たちは労働力として使われた。最初は崇拝だった。しかし次第にそれは支配へと変わっていった。地球の地下遺跡に刻まれていた人間と巨人の戦い、それは神話ではなかった。火星から来た巨人たちに対し、人類が自由を取り戻すために起こした最初の反乱だった。火星の壁画の最後にはひときわ大きな巨人の王が描かれていた。王は地球を指さし、その足元には小さな人間たちがひざまずいている。その下には短い文字が刻まれていた。新たなる星は我らのもの。この一文が意味するものは明らかだった。巨人たちは地球に避難しただけではない。地球を自分たちの新しい王国にしようとしていた。巨人たちが地球に築いた都市は次第に巨大な支配の象徴となっていった。人間たちは石を運び、塔を築き、地下施設を掘らされていた。それは神への奉仕ではなかった。生きるために従うしかない支配の形だった。巨人たちは人間に知識を与えた。星の動き、石を切る技術、火を制御する方法。だがその知識は自由のためではなく、巨人の都市を完成させるために使われた。やがて人間たちの中に疑問が生まれる。なぜ自分たちは空から来た者たちに従わなければならないのか。なぜこの地球を
彼らの王国にされなければならないのか。地下遺跡の壁画にはその変化が刻まれていた。最初は巨人を見上げる人間たち、次に石を運ぶ人間たち、そして最後には炎を掲げる人間たちの姿。反乱は一夜で始まったものではなかった。長い年月をかけて各地の集落に密かに広がっていった。人間たちは巨人から与えられた知識を逆に利用した。石を削る道具は武器となり、火を扱う技術は戦いの手段となった。巨人の都市を作るための地下通路は人間たちの隠れ道となった。そしてある夜、巨大な塔の頂上に掲げられていた火星の印が炎に包まれた。それが反乱の合図だった。人間たちは一斉に立ち上がった。巨人たちは圧倒的な力を持っていた。一歩踏み出すだけで大地は震え、巨大な武器は石壁さえ砕いた。正面から戦えば人間に勝ち目はなかった。だが人間には数があった、知恵があった、そして地球を奪われたくないという意志があった。壁画には巨人の足元に火を放つ者、地下から都市の支柱を崩す者、巨大な槍を避けながら足首を狙う者たちの姿が描かれていた。それは神話の英雄譚ではない。支配された人間たちが自らの星を取り戻すために起こした戦争だった。戦いは長く続いた。多くの都市が崩れ、巨人たちの王座は倒された。そして最後に巨人の王は残された一族を率いて空へ逃れようとした。地球の壁画にはその場面が刻まれている。炎に包まれる都市、倒れた巨人、空へ向かう巨大な船、それを見上げる無数の人間たち。だが壁画の最後には不気味な一文が残されていた。王は敗れた。しかし眠る者たちは残された。巨人たちは完全には消えていなかった。その一部は地球のどこかに封印されたままだった。火星のピラミッド調査はさらに深部へ進んでいた。探査機は石造りの通路の奥で祭壇のような構造物を発見する。それはただの石ではなかった。表面は黒く滑らかで、内部には金属とも鉱物とも判別できない物質が埋め込まれていた。探査機が近づいた瞬間、祭壇の中央に刻まれた星の印がかすかに光り始める。火星基地の管制室では同時に異常が発生した。通信機器が勝手に起動し、未知の信号を受信し始めたのだ。信号の発信源は火星の地下遺跡だが、その電波は火星だけにとどまっていなかった。地球でも同じ時刻に異変が起きていた。中東の地下遺跡で眠っていた巨人の骨の周囲から低い振動が響き始める。壁に刻まれた火星の記号が赤く発光し、長い間閉ざされていた石扉がわずかに動いた。調査隊はすぐに退避命令を出す。しかし地下深くから聞こえてきた音に全員が足を止めた。それは地鳴りではなかった。機械音でもなかった。まるで巨大な何かが呼吸しているような音だった。解析班は火星から届いた信号を解読しようとする。ノイズの中に一定の周期で繰り返される短い情報があった。何度も何度も同じ意味を持つ信号が送られている。帰還の時は来た。その言葉が判明した瞬間、地球側の遺跡でさらに異変が起きる。地下空間の奥に並んでいた棺のような石室が一つずつ反応し始めた。それまでただの石棺だと思われていたものの内部から微弱な熱反応が確認される。中にあるのは骨ではなかった。化石でもなかった。何かがまだ生きている可能性があった。一方、火星の軌道上では探査衛星が謎の巨大物体を捉えていた。それは隕石ではない。自然の岩でもない。火星の影に隠れるように漂っていた巨大な人工構造物だった。長い年月、誰にも発見されずに眠っていた古代の船。火星文明が最後に残した帰還のための箱舟。そして地球の地下では封印されていた石室の一つに亀裂が入る。暗闇の中で巨大なまぶたがゆっくりと開いた。人類が滅ぼしたはずの巨人はまだ終わっていなかった。彼らは死んだのではない。ただ目覚めの時を待っていたのだ。火星の軌道上で発見された巨大な人工構造物は
ゆっくりと動き始めていた。それは隕石でも探査機でもなかった。はるか昔、火星文明が残した巨大な船だった。船体の表面には地球の地下遺跡と同じ星の印が刻まれている。各国の宇宙機関はその進路を解析した。結果は誰もが恐れていたものだった。巨大船は地球へ向かっていた。その情報はすぐに最高機密として封鎖される。だが火星探査機が送信した映像はすでに一部が外部へ流出していた。赤い砂の下から現れたピラミッド、巨大な人面岩、地球の古代文字と一致する碑文、そして火星の影から姿を現した巨大な船。世界中の人々は初めて知ることになる。巨人伝説は作り話ではなかった。人類はかつて地球に来た別の文明と出会っていた。その頃、地球各地の古代遺跡でも異変が起きていた。ピラミッドの内部では封印されていた通路が開き始める。山岳地帯の巨石遺跡は低く振動し、海底に沈んだ神殿からは謎の信号が発せられる。すべての遺跡が火星からの帰還信号に反応していた。中東の地下遺跡では調査隊が最深部へ戻っていた。そこには亀裂の入った巨大な石室があった。内部からは低い呼吸音のような振動が響いている。やがて石室の扉が崩れ落ちる。暗闇の中から現れたのは7メートルを超える巨大な影だった。長い眠りから目覚めた最後の巨人だった。巨人はゆっくりと目を開き、壁に刻まれた火星の印を見上げた。そして人間には理解できない古代の言葉を発する。解析装置がその意味を変換した。王たちは帰る。門は開かれた。この星はまだ我らのもの。その言葉は世界中の研究機関へ共有された。人類はようやく理解する。古代の戦争は終わっていなかった。ただ長い時間封印されていただけだった。かつて人類は巨人から地球を取り戻した。しかし火星に残された者たちは敗北を忘れていなかった。今彼らは再び帰ってくる。人類は本当に地球の主役なのか、それとも私たちは巨人たちが戻るまでの間この星を預かっていただけなのか。空には赤い光が一つ輝いていた。それは火星ではなかった。地球へ近づく巨人たちの船だった。そして地下では目覚めた巨人が静かに歩き出す。人類の歴史はこの日から再び書き換えられることになる。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。